ちは。フラメンコギタリストの石井かなおです。フラメンコスタンダードということで、フラメンコの知られざる曲たちの解説をしていきたいなと思っております。今回紹介するのはシギリージャという曲になるんですが、このシギリージャもフラメンコにとっては最重要曲になります。こんな感じの曲調なんですけど、フラメンコっていうのは歌が中心の世界になります。ギターも踊りも全て歌ありき、歌のために存在していると言っても過言ではない。とは言ってもフラメンコの歌って民謡なので割と難解で、まず曲自体の違いを聞き分けるのも結構大変なんですよ。なのでこのフラメンコスタンダードというシリーズのコンセプトとしては、伴奏のギターとかリズムとかを中心に音楽的な側面でフラメンコの曲を紹介していきたいなと思っております。で、このシギリージャっていうのも以前紹介したソレアと同じく歌の名前になります。シギリージャっていう名前の歌がある。わかりやすくざっくり言うと、シギリージャもソレアもフラメンコの中では中心人物です。シギリージャはソレアっていう曲の双子の兄弟だと思ってください。ソレアと同じくフラメンコの根源的な曲で、言ってしまえばソレアとシギリージャの2本柱と言ってもいいです。トナっていう原始的な曲があるんですけど、そこから生まれた兄弟ですよね。ソレアはフラメンコにおいてのまさに主役、主人公的なキャラで、孤独をテーマにしてるんですけど気品あふれるキャラクター。一方でシギリージャは暗黒面に落ちた主人公の兄的キャラ、死とか罪とか痛みとかがテーマのキャラクターです。一番重くて暗いものを背負わされてる立ち位置ですね。歌もこう叫ぶような表現だったりするんですよ。で、しかもリズム的側面から言うと、まさにこのソレアとシギリージャっていうのが表裏一体っていう言葉がぴったりで、フラメンコのうち難しいとされるリズムは12拍子って言われるものなんですね。その12拍子のうちにどこにアクセントをつけるかによって、ソレア系のリズムかシギリージャ系のリズムか2種類に分かれます。要するにフラメンコってこの2つのリズムを理解してしまえば、あとはかなり派生なので、ここだけ押さえれば理解があと早いと思います。そのアクセントの付け方っていうのが、ソレアは12拍子を33222っていう風に分けるんです。3拍3拍2拍2拍2拍、要するに1231231212112っていうカウント全部足すと12になるから12拍子って言われるんですけど、ピザ的にカットするとこんな形。スタート位置がここになります。12312121212、それがシギリージャはくるっと反転して、ここがスタート位置になるんです。なので12121231231っていうリズムになります。1212123123122、始まる位置が違うだけなんですけど、ソレアに比べて気持ち悪く感じませんか？語呂が悪い感じというか変拍子っぽい。ソレアはやっぱり主役なので、ソレアのリズムから派生した曲はブワーっていっぱいあるんですよ。一方でシギリージャをルーツに派生した曲はあんまりない。シギリージャのリズムは不安をかき立てられるような気持ち悪さがある。何かにつけて違和感をつきまとうんですよね。こういうダークヒーロー的なもろもろの要素があるので、逆に虜になる人が多いんですよ。ダース・ベイダーみたいな存在。ここからはシギリージャのメロディー的な側面を解説していきたいんですけど、実はシギリージャって一種のループ音楽なんです。ヒップホップみたいなもんで、ギターのこういうモチーフが繰り返されるのが特徴的なんですけど、で、歌がこのループのトラックの上で自由に歌が一区切りついたら、ギターがこうやって締める。でまた戻る。これが最も特徴的な部分で、このギターのこういうモチーフが出てきたらシギリージャだと思って間違いない。ギターのこのループも特徴的ですよね。ちょっととんがった音が特徴的で、ここに戻るために薬指と小指を押さえたままでベースが動いてくる。ベース音
すごい民族音楽的サウンドですよね。ギターソロの中にもこのループ的なフレーズは必ず盛り込んでいくっていうのが、ルールになってます。でリズムに関してはさっき12拍子っていう風に解説したんですけど、12拍で数えられることはほぼないです。通常は5拍で数えられるんですよ。121212312このアクセントの頭だけ取って12345 3拍目と4拍目が1拍目2拍目5拍目の 1.5 倍の長さを持つっていう変則的な5拍になります。これを繰り返してると割とトランス状態みたいに気持ちよくなっていくのも特徴的です。さらに言うとシギリージャに関してはロマン民族の人たちはこんな5拍をわざわざ数えたりしないんですよ。そういうなんかこじんまりした発想では歌ったり弾いたりしてない。もともと歌の中になんとなくこの5拍子っていうのが備わってるんですね。なのでギターのこのループだったりとかリズムのニュアンス的なものが流れていればリズムがあってもなくても全然構わない。歌のおすすめの動画とかを説明欄に貼っておくんですけど、聞いていただいてもおそらく5拍は感じられないと思うんですよ。もうシギリシャに関しては特に歌においてはリズムはないもんだと思ってもらっても OK です。歌はギターのリズムの感じを聞いて、逆にギターは歌の詞とか拳を聞いてお互いに合わせ合うんですよね。実質本当にフリーリズム。そういう曲ってフラメンコの中では特殊で、シギリジャはやっぱりそういう意味でも結構別格の立ち位置ですよね。ではここから個人的なおすすめのギター曲とアーティストたちを紹介していきたいなと思っておりまして、基本ベースこのさっきのループの合間に言い方はあれですけど箸休め的にギターのメロディーが入ってくるんですね。なんでギターソロは箸休めのメロディーを集めたものがベースになります。で一口にシギリジャのギターソロって言っても先ほど言ったようにリズムが全くないに近いものから完全にリズムがベースにあった上でリズム遊びをしてるっていうものまで振り幅が大きいんでバリエーションが多くて知らないと戸惑いやすい曲なんですけど、まずとにかくこの人を聴いておけば間違いないっていうのはニーニョ・リカルド。歴代有名なフラメンコギタリストを挙げてっていうと3人目ぐらいに来る人なんですけど、亡くなって50年ぐらい経っても未だにみんなこの人のフレーズを弾いてます。この人の最大の魅力は僕は遊び心だと思うんですよ。誰も言わないんですけど結構格調高いとか格式高いとかっていう評価を受けてる人なんですけど、絶対真面目な顔してとぼけたことをやる人だと思うんですよ。高田純次みたいな。人を食ったようなフレーズじゃないですか。もちろんいい意味でこの最後のとこなんか結構バカみたいに聞こえるんですけど、実はリズム的に5拍目1拍目2拍目3拍さらっとおしゃれなこと言ってるんですよ。この人は1から10までしっかりリズムに入ってます。この緻密さはユーモアと粋さから来るもんだと思うんですよね。フラメンコって重い曲でもユーモアを交えて遊ぼうっていう側面もあるので、あとシギリージャ絶対外せないのはマヌエル・モラウ。フラメンコが生まれた場所って言われる中にヘレス・デ・ラ・フロンテーラっていう町があるんですけど、その町のギタリスト一家の一人でこの人のシギリージャは度肝抜かれます。リズムとかテクニックがどうとか素人が語っていい次元じゃない。この人のプレーが正解でフラメンコ一応コピーしてみたんですけどとてもじゃないけど真似できない。この人の圧力とか音がいわゆる黒い音っていう風に言われて、フラメンコギタリストが一番目指すべき高みなんですよね。ラスボスですよ言ってみれば。ちなみにこの親指と人差し指のコンビネーションは非常にシギリジャっぽい奏法です。
主に親指2回弾いたら人差し指1回、これの連続なんですけど、シギリージャはこのマヌエル・モラオファミリーがどんどん進化させていくんですけど、このマヌエル・モラオの甥がモライト・チコっていう、またこれがカリスマギタリストで、さらにその息子のディエゴ・デル・モラオっていうギタリストが今のいわゆるスペインのトップギタリストで、シギリージャってそれまでは1、2、3、4、5っていう拍の頭にギターのフレーズを合わせるのが当たり前だったんですよ。みたいな感じなんですけど、ディエゴ・デル・モラオはそれとは逆にバックでめちゃくちゃ速いビートを流した上で、わざとそれに対してフェイクして遊ぶんですよ。普通に聴いてると最後まで頭がどこにあるかわからない。いわゆるトリックスターですよね。レブロン・ジェームスみたいな。もう一時期この人にみんな憧れまくって、全員有名なギタリストがディエゴ・デル・モラオの偽物みたいな時代があったぐらいスーパースターです。で、最近だとその進化した要素も取り入れた上でまた伝統に帰ってくるっていう現象がスペインで起きてて、グラナダのアビチュエラファミリーっていうまたものすごいギタリスト一家がいるんですけど、そこのフアン・アビチュエラ・ニエト若いギタリストもとにかく異次元感じます。今の若い人たちは異常事態。このシギリジャの変拍子が完全に体に染み込んでる。あとこういうシギリジャのパターンもあります。1、2を弾かない。実は100年以上前のマヌエル・トーレっていう歌い手の時からあるシギリジャのパターンなんですけど、逆に洗練されてておしゃれっていうことで取り上げられてたりするんですよね。なんでシギリジャって一言に言ってもいろんなバリエーション、いろんな魅力が詰まってる。最後になりますが、紹介してきたフレーズニーニョ・リカルドからディエゴ・デル・モラオまで皆さん印象に残ってないと思うんですよ。どんな曲だったか思い出せなくないですか？こういうシギリジャみたいにフラメンコの奥深くに関わる重要な曲になってくればなるほど、誰も口ずさめないような耳なじみが悪いものになっていく。簡単にお前らに分かってたまるかっていうロマたちの教示を感じます。ここがフラメンコがポピュラー音楽には決してならない部分で、いい意味でも悪い意味でも敷居が高い音楽だなと改めて思いました。ということで今回はシギリージャという曲取り上げてみました。このチャンネルではフラメンコに関することをフラメンコご存知ない方にも分かりやすく解説していきたいなと思っておりますので、もしお気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。今回も最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。